通用しない。日本で56本打った村上宗隆に、三振が多すぎる。速球に差し込まれる。守備位置も限られる。そんな前評判ばかりが先に届いていた。待てよ。56本打った男だぞ。日本の本塁打の歴史を知っているか？王貞治が55本を打った。それが長く日本人の限界とされてきた。58年だ。半世紀以上も日本の打者は誰一人超えられなかった。何人もの強打者が挑んで届かなかった。その分厚い壁をわずか22歳の村上が超えた。しかも同じ年に三冠王まで取ったんだ。化け物だ。打者だった俺から言わせろ。三冠王なんて一度でも化け物だ。それを22歳でだと。半世紀の壁を壊して男を通用しない扱いか？ところがその男が海を渡って打率に割り3分だ。131三振を喫している。それでいて29本も打っている。本塁打の山と三振の山だけがある。打てないのか打っているのかわからない。どこが通用しないんだ？だが俺が引っかかるのはそこじゃない。この男は日本でもアメリカでも何度も折れてきた。甲子園で打てず2軍で苦しみ、頂点の翌年に迷った。故障でも何度も止められた。それでも毎回立ち上がってきたんだ。折れ続けてきたこの男が、なぜ立ち続けられるんだ？その強さの正体はどこにある？村上宗隆。東京ヤクルトスワローズで育った左の大砲です。高校からドラフト1位で入団しました。2022年。その年は特別でした。22歳で日本の頂点に立ちます。本塁打56本、打点134。打率は3割1分8厘。3部門すべてでリーグ1位でした。3割を打ちながら56本を打つ。その両立こそが化け物なんだ。俺がその年の頃はまだマイナーで泥にまみれていた。この男は22歳で全部を手にした。しかも、史上最年少の三冠王だ。若さというのは時間のことだ。普通の打者が10年かけて登る場所がある。早く登りすぎた者はどこかで代償を払う。村上も例外ではなかった。その頂点に立った村上が2026年についに海を渡ります。シカゴホワイトソックス。移籍1年目です。日本の記録を引っ提げての大リーグ挑戦だ。だが海の向こうの評価は驚くほど冷たかった。日本の頂点がそのまま通用する保証はない。そう見る人間が多かったんだ。日本の記録は日本だけのもの。そんな冷ややかな視線すらあった。その視線を村上は打球で黙らせることになる。日本の頂点に立った男が今アメリカで何を見せているのか、そこが聞きたいところだ。その道は順風満帆ではありません。栄光の裏には何度もつまずいた時間がありました。ここからその物語を最初からたどります。始まりは高校でした。熊本の九州学院。1年の夏に甲子園の土を踏みます。勘違いしないでくれ。この男は早くから全国に知られていた。1年生で名前が轟いた打者だ。期待だけは人一倍背負って甲子園に立った。だがその初めての大舞台で一本も打てなかった。一本もだ。恩師は後に、これが最初の挫折だったと語っている。残酷なのはその後だ。2年も3年も甲子園には戻れなかった。最初に立った聖地が最後の聖地になった。注目された少年が打てずに終わる。その痛みが後の土台になったのかもしれない。俺は多くの若手を見てきた。早い挫折を知る者ほど後で強くなることがある。2018年、村上はドラフト1位でプロに入ります。ところが1年目はほとんど2軍だ。1軍はたった6試合。12打数で安打はわずか1本。三塁の守備では送球をそらしている。打つ才能は誰もが認めていた。だが1軍で戦える完成度には程遠かった。面白いのはその1本の中身だ。1軍で送球を失敗したその同じ試合で本塁打を打っている。失敗の直後に非凡を見せる。才能と未熟さが同じ体に同居していた。危ういが目を離せない新人だった。大型新人ほど早い成功を期待される。だが村上は2軍で泥を舐めた。その回り道が焦りを教えたのかもしれない。遠回りを知った打者は大舞台で慌てにくくなる。2軍で味わった悔しさが後の武器になったんだ。2年目の2019年、村上は1軍に定着します。そして36本塁打を放ちました。高卒2年目で36本だぞ。それだけでとんでもない数字だ。だがその裏で184回も三振している。これはセリーグの記録だ。日本人選手として最も多い三振でもあった。栄光と空振りが最初から隣り合わせだった。三振の多さは村上につきまとう宿命のようだった。だが本人はその数字から目を背けなかった。チームはその年最下位だった。負けても三振を重ねても、球団は19歳を外さなかった。来る日も来る日も打席に立たせ続けたんだ。この男は失敗を決して作られた打者ではない。失敗する権利を与えられて作られた打者だ。だから空振りを恐れず振り抜ける。負けるチームの中で三振を重ねる少年を、それでも来る日も打席へ送り出しました。その我慢が今につながっているのかもしれない。三振の先で必ず柵を越える。そう信じてもらえる打者に育ったんだ。
負け続けるチームが与えた時間が今の村上を作ったのかもしれない。三振を恐れない今の姿は、この2軍と最下位の日々に芽生えたのかもしれない。あの一打を覚えているでしょうか。2022年の秋、神宮球場、村上宗隆が日本の歴史を書き換えた夜です。その2週間ほど前でした。村上は55号を放ちます。王貞治に並ぶ一発でした。ですがそこからバットが止まります。55号から次の1本まで。14試合、61打席、本塁打が1本も出ませんでした。この61打席こそが地獄なんだ。打てば打つほど記録に近づいていた男だ。それが55本目を打った瞬間に景色が変わる。打席に立つたびに王の記録の重みが背中に乗る。一振りごとに国中が固唾を飲む。相手は勝負を避けて逃げてくる。その中で凡打を61回続けるんだ。ここで多くの打者は心が折れる。そして迎えたシーズン最終戦。その年最後の打席になるかもしれない場面。7回裏、村上が打席に入ります。スタンドを埋めた3万人が静まりました。バットを構える音さえ聞こえそうな静寂でした。その静寂を打球音が引き裂いた。振り抜いた瞬間に俺には分かったよ。これは入るとね。61打席止まっていた男の一振りだ。打った瞬間に本人が天を仰いだ。球場の空気が一度止まって、次の瞬間に爆発した。あんな解放の一発は一生の記憶に刻まれる。投げた側からすれば悪夢だ。61打席抑えてきた重圧が最後の1球に全部乗る。歴史のかかった打席で投げる恐怖は計り知れない。少しでも甘く入れば伝説の非本塁打になる。それでも来た1球を村上は逃さなかった。61打席の上がその一振りに全部乗っていた。追い込まれても村上は自分のスイングを崩さなかった。そこにこの打者の真の強さがある。どんな重圧の中でも自分の間合いを守れる。それが一流と超一流を分ける差なんだ。日本選手のシーズン最多本塁打56号でした。ですが打った村上の第一声は誇らしげではありません。ほっとしました。やっと打てたな。そう漏らしたのです。その一言が村上という男を表している。記録を手にした誇りより先に安堵が来たんだ。栄光の裏にどれだけの緊張が張り詰めていたか。その一言が全部教えてくれる。これは時間の話でもある。王が55本を打ってから長い年月が過ぎていた。その積み重なった重みが最後の1打席にのしかかる。61打席というわずかな期間に半世紀分の重圧が凝縮した。それに耐えて振り抜いたんだ。時間に押しつぶされなかった男の一打だった。この一本で村上は日本の歴史に名を刻んだ。王が築いた壁の向こうへ最初に到達した日本人になったんだ。時は流れて2023年の春。舞台は世界一をかけた WBC へ移ります。村上はまた別の試練を迎えました。大会が始まると村上は打てませんでした。当初は4番として起用されます。ですが快音が出ません。準々決勝からは4番を外され5番へ下げられました。4番には吉田正尚が座ります。スタメンから外せという声さえ上がりました。これは指揮官にとって難しい判断だ。不審の手法をどう扱うか。外せば選手は完全に自信を失う。使い続ければチームが負けて終わる。栗山監督は打順を下げた。本人に理由も直接伝えた。だが最後の一戦だけは超えなかった。打席そのものは村上から奪わなかったんだ。迎えた準決勝、メキシコ戦。村上はこの試合も9回まで4打数無安打、三振を3つ喫していました。本人は代打を出される可能性も覚悟していたと言います。ここが監督の勝負どころだ。9回の裏、逆転のチャンスで打順が村上に回る。4番を外された男だぞ。しかもこの日は三振している。ここで心が折れてもおかしくない場面だ。バントで手堅くつなぐ手もあった。それでも最後は村上に思い切り振らせたんだ。村上が打席に立ちます。球場の全員が息を止めました。バットが振られます。そして放たれた打球は、中堅手の頭上を破って転がっていきました。あの瞬間の爆発は忘れられない。9回まで3三振していた男だ。4番を外された悔しさを抱えた男だ。その男が世界一をかけた場面で仕留めた。走者が2人とも生還して試合が決まった。外された男が日本を決勝へ送り出したんだ。これぞ見返しという一打だ。記録の上では逆転サヨナラの 2.2 塁打だ。本塁打より地味に映るかもしれない。だがこの一打の価値は計り知れない。打てない現実と9回まで向き合い続けた男が、最後の1打席で結果に変えた。村上は後にこう振り返っている。打てない現実をなんでだろうと考える時間はあった、と。世界一をかけた舞台というのは別格だ。国を背負う重圧は普段の試合の比ではない。その場所で三振を重ねた手法に監督は最後まで託した。信じる側にも同じだけの覚悟がいる。二人の強い意志が重なってあの一打が生まれたんだ。日本はこの試合を勝ち抜きます。翌日の決勝では村上は同点本塁打を放ちました。
そして日本の世界一が決まります。外された男が世界一の立役者になりました。あの一打がなければ日本の優勝はありませんでした。一度は打順を下げられた男が国を頂点へと導いたのです。世界一の歓喜から日常へ戻ります。ですが、2023年、頂点に立った翌年に異変が起きました。村上の打率も本塁打も大きく落ちた。打率は2割5分台。本塁打は31本に減った。主力級の数字だが、前年の三冠王からは大きな後退だ。だが、慢心ではない。この男は世界の舞台で超一流の姿を間近で見た。自分もあの高みへ行きたいと願った。そのために打撃を根っこから作り変えようとした。そして皮肉にも自分の正解を見失ったんだ。それが一番怖い迷い方だ。サボって落ちたなら戻る道は見える。上を目指して迷った者は戻る道さえわからなくなる。本人も正解がわからなくなったと認めている。強くなろうとした結果、その代償を払ったんだ。頂点に立った者は普通そこで守りに入る。この男は満たされずに自分を壊してまで上を探したんだ。そして迎えたメジャー移籍前の最終年、2025年の春、村上は胸脇腹を痛めます。復帰後に再び同じ場所を痛めました。最後の1年で数字を積むはずが、その大半を棒に振ったのです。最悪のタイミングだ。最高の評価で海を渡るはずだった。その理想が故障で崩れた。何度目の試練かわからない。積み上げてきたものが一瞬で足元から崩れる。これほど残酷な入り口はない。それでも村上は倒れたままではいません。復帰した2025年夏の広島戦、1試合で3本の本塁打を放ちます。その3本すべてがバックスクリーンへ飛び込みました。狙ったように同じ方向へ3本。これは調子が本物だという何よりの証でした。倒れても村上の芯だけは折れていなかったのです。故障明けの男がやることではない芸当だ。傷ついた体で戻って、最初にやったのが規格外の3連発だ。倒れるたびに前より遠くへ飛ばす。そういう気味の悪い強さを持った男なんだ。折れた体で戻ってきてこれだ。村神様と呼ばれていた男が、その頃自分をこう言い直している。人間の村上宗隆です。と、神々しい記録を作った男が自分を人間だという。何度も倒れてきた者にしか言えない言葉だ。その言葉が胸に刺さる。神様と持ち上げられても本人だけは知っているんだ。自分が何度も倒れてきたただの人間だと。海を渡る前から村上は満身創痍だった。それでも前を向いて船に乗ったんだ。傷だらけのまま新しい大陸へ挑んだんだ。2026年の春、村上はついにメジャーの舞台へ立ちます。移籍したばかりの新人でした。最初は何もかもが手探りでした。ロッカーの名札は綴りを間違えられます。宗滝と打たれていました。名前すら正しく知られない新人だったのです。名前を間違われるところから始まったんだ。だがこの男は、ゼロから始めることを恐れない。日本で何度もゼロに戻ってきた男だからだ。だから、異国の底からでも平気で這い上がる。村上は少しずつ環境に馴染んでいきます。英語を覚え、食文化にも触れました。クラブハウスには、日本式の温水洗浄便座を求めます。球団はそれを本当に設置しました。アメリカのクラブハウスが村上に合わせて変わったんだ。海を渡った男が逆に周りを動かしていく。そんな順応の仕方をする新人を俺は見たことがない。海を渡るというのは、すべてを捨てて挑むことだ。母国で積み上げた実績も名声も、一度ゼロに戻る。異国では名前すら覚えられない。それでも村上は最初から前だけを見ていた。何度もゼロから始めてきた男の強さだ。そして開幕を迎えます。開幕戦の9回、村上は本塁打にしました。2戦目にも本塁打。3戦目にも本塁打。海を渡って最初の3試合で3本のアーチでした。これは日本選手として初めての快挙だ。メジャー全体で見ても史上4人目の開幕3試合連続本塁打だ。しかもチームは3連敗していた。その暗い空気の中で村上だけが打ち続けた。新しい環境に慣れる時間すらいらなかったんだ。通用しないと言われた男の返答だ。数字で黙らせるのが村上のやり方なんだ。言葉ではなく、打球で疑いを晴らしていった。前評判が低かった分だけ反撃は痛烈だった。ところが5月、好調の村上を故障が襲います。離脱した時点で本塁打は20本。本塁打争いの先頭に立つ最中でした。その勢いが35試合の離脱で断ち切られます。だが村上はまた戻ってきた。復帰した姿を見て監督はこう言った。彼はマシンだと。戻ってすぐにまた柵を越え始めたんだ。止まっても同じ場所へ必ず帰ってくる男だ。故障さえこの男の歩みを止められなかった。復帰のたびに村上はより強くなって帰ってきたんだ。一度止まってもすぐ元の高さへ戻ってくる。その姿はまさに壊れない機械のようだった。では海を渡った村上は今どれほどの打者なのか。
ここからは数字でその正体に迫ります。まず村上の56本を物差しにしよう。日本のシーズン最多本塁打の壁は長く55本だった。王貞治が1964年に打った数字だ。それ以来ずっと日本の打者は誰も超えられなかった。ローズもカブレラも55本で王に並んだ。バレンティンという助っ人は60本まで打った。だが、日本で生まれた打者は一人も届かなかった。その扉を22歳の村上がこじ開けたんだ。58年という時間は世代をいくつもまたいでいる。その長さがこの記録の重みを物語っている。王貞治とはもう一つ縁がある。もちろん王は後に2度も三冠王を取っている。だが、55本を打った1964年。その年だけは首位打者に3厘届かなかった。村上は56本と三冠王を同じ22歳のシーズンで同時に成し遂げた。村上は王を超えたわけではない。同じ高みに別の道から立ったんだ。そう見るのが両者への敬意だろう。記録はその後も続く。2022年には5打席連続本塁打。そして2024年、史上最年少で通算200号に到達した。若い時期に記録を次々と塗り替えていったんだ。その村上がメジャー1年目でどこにいるのか、日本人打者の歴史と重ねてみます。日本人がメジャー1年目に打った本塁打を並べよう。松井秀喜が16本、城島健司が18本、そして大谷翔平が22本だ。長くこの22本が日本人ルーキーの最多だった。ところが村上は8月の時点で29本まで来ている。日本人打者が誰も立ったことのない場所にいるんだ。松井や大谷を1年目で超えているのか、それはとてつもないことだ。面白い一致がある。大谷が22本を打った年の打数は326だ。村上も同じ326打数を踏んでいる。同じ打数で大谷が22本。村上は29本だ。同じ打数だから本塁打の速度を算術的に比べられる。ただし大谷は二刀流で打席も試合数も違う。二刀流という条件差は頭に入れておく必要がある。それでも村上が新しい地点に来たことは確かだ。同じ打数で7本も多いのか。数字は嘘をつかないな。正確に言えば、この夏は岡本和真も大谷を超えている。日本の二人の主砲が同じ夏に歴史を書き換えた。その競争の先頭に今は村上がいる。ここで疑問が残ります。これほど打つ男がなぜ打率は伸びないのでしょうか。村上の打席の中身に答えがある。フォアボールを選べるから出塁率は高い。当たれば本塁打になるから長打率も高い。だが、コンタクトできなかった打数が多い。だから打率だけは上がらないんだ。打率2割3分でも OPS は9割を超える。安打の数では測れない打者なんだ。守る側からすれば的が絞れない。当てに来ないと分かっていても止められないんだ。出塁率も長打率も高いのに打率だけが低い。つまり、数字の見た目よりはるかに怖い打者なんだ。安打が少なくても失点に直結する打者なんだ。ただし、壁がまだあることも数字は示している。救援でただ一度立った打席。相手は100マイルを超える剛速球だった。4つの球すべてが100マイルを超えた。そのうち3球でバットは空を切り、空振り三振に倒れた。だが村上はこう言い切った。最初で最後ではないと。なぜ三振を恐れず振り抜けるのか。その答えは数字の外にある。この男は打てない時間を何度もくぐってきた。だから空振りを恐れない。倒れることに慣れた者だけが思い切り振れるんだ。だから村上の三振は臆病さの証ではない。思い切り振り抜いた勇気の証なんだ。三振と本塁打はどちらも同じ勇気から生まれるんだ。村上が加わった球団は苦しい歴史を抱えていました。2024年には近代でも稀な121敗、3年続けて100敗を超えていました。その球団が今季は地区の首位を争っています。村上一人が勝たせたわけじゃない。そこは正確に言っておく。だが村上は空気を変えた。負けることに慣れた若いチームが自分たちも勝てると信じ始めたんだ。負け癖のついた組織を変えるのは一人の力では難しい。だが村上はその流れを変える起点になったんだ。数字にも現れている。村上が離脱した35試合もチームは崩れなかった。勝ったり負けたりで踏みとどまった。そして村上が戻ると打線が一段上がった。復帰後は1試合平均で5点を超えている。村上は攻めで勝ちを引き上げる起爆剤なんだ。弱い球団扱いされた時、村上は言い返したらしい。過去のことは知らない、関係ないとね。言われっぱなしでは終わらない男だ。その反骨がチームに火をつけたんだ。過去の弱さを断ち切る強い言葉だった。チームメイトの見方も変わっていきました。打撃コーチは村上を一語で評します。働き者だと。コーチが止めなければ打撃ケージから出てこないほどでした。誰よりも早く来て、誰よりも遅くまで振り込む新人でした。同僚もこう言っていた。宗は宗だと。戻ればチームを助けると全員が分かっていた。その準備する背中を見て若い選手の一日まで変わったんだ。村上は言葉が通じない中でも背中で語ったんだ。影響はグラウンドの外にも広がります。村上のユニフォームは球団ユニフォーム売上の 57% を占めました。球場にはトンカツを挟んだ料理や
村上を冠した寿司が並びます。シカゴの街では、彼をイメージした日本風のラガーまで生まれました。一人の日本人が街の名物を次々と生み出したのです。弱かった球団に人と金と誇りが戻ってきた。それを一人の打者が引き寄せたんだ。村上は順位表を押し上げ、街全体の空気まで塗り替えたんだ。負けに慣れた街が勝利を思い出したんだ。弱かった球団に新しい客と熱が押し寄せた。一人の打者が球団の売り上げと街の空気まで動かした。勝てなかったチームに人が戻ってくる。これは数字以上に大きな変化だ。村上は打線だけでなく、クラブの生き方まで変えたんだ。夏のある一日、シカゴの球場は特別な熱気に包まれていました。その日は、村上の記念人形が配られる日でした。球場には親子連れが長い列を作ります。台座には力があると刻まれています。メジャー初本塁打を記念したものでした。そして始球式のマウンドに立ったのは、海を越えてやってきた村上の両親でした。息子はこの日見事に応えます。3安打、2本の本塁打、自己最多となる6打点でした。出来すぎた一日だ。だが背景を知るともっと胸にくる。前に両親がアメリカに来た時、村上は故障でプレーする姿を見せられなかった。その悔しさを本人はずっと抱えていたはずだ。今度はその借りを最高の形で返したんだ。俺にも覚えがある。親の前で打つ日は特別なんだ。どんな大舞台よりも胸が高鳴る。その特別な日に2本打つなんてできすぎだ。離れて見守ってきた両親の目の前で2本のアーチだ。どんな怪物にも育ててくれた家族がいる。記録の陰にはいつも支えてきた人がいるんだ。その人たちへ最高の一日を返す。これ以上の親孝行はそうそうない。本人は言葉にならないと話したらしい。その一言に全部が詰まっている。息子が親に送れる最高の贈り物だろう。こういう場面に俺はめっぽう弱いんだ。折れ続けてきた男の物語に、この日一つの温かい光が差しました。どんな記録も一人では作れない。両親が支え、恩師が導き、球団が待った。この男の倒れない強さの陰には、多くの人が費やした時間があるんだ。その全員へ捧げた2本のアーチだった。ここでようやく最初の問いに戻ります。折れ続けてきたこの男は、なぜ立ち続けられるのか。答えは驚くほど単純だ。折れることを誰よりも知っているからだ。打てない時間を知り尽くした者は、次にやってくる暗い時間を恐れない。一度も倒れたことのない者は、起き方すら知らない。何度も倒れた者は、立ち方を体で覚えている。だからこの男は、何度でも立てるんだ。倒れることは終わりではない。次へ進むための助走なんだ。この考え方こそ、村上を村上たらしめている。だから村上の挑戦には、終わりがない。わかったよ。あの打球の凄みの正体がやっとわかった。あれは技術を超えたものだ。折れてきた回数そのものなんだ。甲子園の悔しさも、二軍の日々も、あの一振りに乗っている。王の壁に挑んだ61打席も、WBC の3三振も全部だ。俺も打者だったからわかる。楽して打った本塁打は軽い。苦しんで掴んだ一発は重いんだ。村上のあの一発は全部が重い。苦しんだ分だけ打球は遠くへ伸びる。だからあんなに遠くまで飛んでいくんだ。そして思い出してくれ。この男は自分を人間だと言い切った。神様なら決して折れない。だが村上は何度も折れてきた。折れても折れてもまた立ち上がった。その姿を見せ続けたからこそ、人はこの男を村神様と呼ぶんだ。あなたにも覚えがあるはずです。初めてつまずいた時、人は起き方がわかりません。ですが、一度立ち上がった人は知っています。痛みが消えなくても次の一歩は踏み出せると。村上宗隆はその一歩を誰よりも多く重ねてきました。最後に残るのは倒れなかったものではない。倒れても立ち上がれたものだ。村上宗隆はまだ海を渡ったばかりだ。この男がこれから何度立ち上がるのか、あなたはどこまで見届けたいだろうか。その答えを探しに、また次の一打を見に行こう。村上宗隆の物語はまだ始まったばかりです。この挑戦をこれからも一緒に見届けませんか？チャンネル登録と高評価をお願いします。海を渡る日本人選手たちを一緒に応援しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。